皆さんこんにちは。パッチワークで布小物を制作していますチャビーママです。今回は10センチサイズのワイヤー口金を使った小さなポーチをご紹介します。今回はベースとなる部分が簡単な四角つなぎのポーチになりますので、両脇のマチと底マチをつけるところからスタートします。このように合い印に待ち針を打ったら、両側のマチを縫い付けていきます。この時、底側の方の縫い代は縫わないで、印から縫い始めるようにしてください。袋口の方の縫い代は端まで縫い切ってしまいます。では次に底マチを縫い付けます。これも同じように縫い代の端は縫わないで、印から印まで縫ってください。反対側も同じようにして縫います。出来上がったキルトトップはしっかりとアイロンをかけて縫い代をきれいに倒しておきます。片面接着キルト面の上に広げて、上からオーブンペーパーなどをかぶせてアイロンをかけて接着させていきます。今回使用しているキルト面は厚さが3ミリほどのやや薄手のものを使っています。こちらは口金を通すための口布になります。これにも接着芯を貼ります。縫い代には貼らないので、印の中に貼るようにしてください。2枚必要です。こちらはアプリケする布になります。このように薄手の接着芯を貼ってからアプリケするので、大雑把な形をキルト芯の上に描いていきます。糊がついている方の面を上にして重ねて輪郭を写してください。写し終えたら、描いた線の内側をカットして準備します。実際の柄よりも小さめになるようにしてください。裏側に接着させます。アイロンをかけるときは表からかけるので、ずれないように気をつけてアイロンをかけてください。接着が終わったら、周りの余分な部分をカットしていきます。縫い代は3ミリから4ミリほど必要ですので、輪郭線でアプリケをする場合はこのように3ミリぐらいの縫い代を残して切り落としていきます。切り終えたら、縫い代部分に 4,5 ミリの間隔で切り込みを入れていきます。切り込みは輪郭線の少し手前まで入れていってください。このように V 字にくびれている部分は一番深いところに切り込みが入るようにします。細かなカーブは少し細かく切り込みを入れて、なだらかなカーブは大きめに切り込みを入れていきます。準備ができましたので、土台布の上にアプリケしていきます。普段は布用のペンタイプ糊を使って仮留めをしますが、今回は裏がキルト面になっているので、手芸用ボンドをほんの少し使って仮留めします。
端から 0.7 センチのところには縫い代が来るので、重ならないように位置を決めてください。今回使用する糸は絵柄の女の子の輪郭線の色と似ているこちらの色の糸を選びました。使用する針はチューリップのアプリケ針を使用しています。それでは奥立てまつりでまつりつけていきます。このように針先を使って縫い代を折り込んで、左手の親指で縫い代を押さえながら縫っていきます。針を入れる位置は輪郭線よりも少し内側に入れて針を出します。3ミリぐらいの間隔でまつりつけていきます。この女の子の首の部分のような深く切れ込んだ V 字になっているところは、一番深いところにしっかり針を刺して、同じ箇所を 2,3 回巻きかがりするようにしてまつっていきます。U 字にへこんでいるところはこのように針を入れてぐるりと回しながらなだらかに縫い代を押し込んでいきます。まつり終わりましたが、今回使用した生地が特に目が粗くてほつれやすい生地だったので、ほんの少し手芸用ボンドを目打ちの先にのせて、この一番ほつれやすい部分にボンドを押し込んでおきます。キルティングするための準備をしていきます。まず最初に消えるチャコペンで出来上がり線を描いていきます。この四角いパッチワークの部分は 3cm×3cm の正方形になっているので、その 3cm の四角がきちんと出るように出来上がり線を描いてください。出来上がり線を描き終わったら、中にキルティング用のラインを引いていきます。今回は正方形の真ん中に格子状にキルトラインを入れています。落としキルトをされる場合はラインは必要ありません。キルティングが終わったら仕立てるための準備をしていきます。先ほど描いた出来上がり線の外側に 0.7 センチの縫い代を取って、余分にはみ出たキルト面やトップなどを切り落としてきれいに形を整えておきます。まちの部分の余計なキルト面も切り落としておきます。この底まちのところの縫い代を始末します。縫い残しておいたので、このように斜めに折り込んで、開いてこないように
軽く何箇所か糸で閉じておきます。こうすると後で底まちを作るときに縫い代がはみ出たりすることなくきれいに縫うことができます。中表に畳んで合い印を待ち針で留めて両脇をミシンで縫います。ミシンをかけ終わりました。縫い代は開いて底まちに合わせて縫っていきます。底まちの中心線と合わせて待ち針で留めてから 0.7 センチの縫い代で縫っていきます。ミシンをかけ終わりました。反対側も同じように縫ってあります。表に返してみると縫い代の角の部分を折り込んでから縫ったのでまちの角がきれいにできています。中袋を作ります。このように中表に畳んで両脇を最初に縫ってからまちを縫います。両脇にミシンをかけ終わったらまちのいらない部分を切り取って縫い代を開いて先ほどの本体と同じように底まちの中心に合わせてまちを作ります。中袋のまちを縫い終わりました。今度は表袋の底と中袋の底を合わせてこのまちの部分をミシンで縫って縫い留めておきます。中袋を入れた状態で表に返しました。今から口布をつけて仕立てをしていきます。まず最初に口布2枚の両端の縫い代を内側に折って軽く糸で縫い留めておきます。ミシンで端ミシンをかけてもらっても構いません。口布2枚を本体に縫い付けていきます。口布の中央と本体の中央を合わせて脇を合わせていきます。脇の縫い線と口布の端がきちんと合うように合わせてください。反対側の口布も同じようにつけていきます。この両脇部分は口布が突き合わせでぴったり合うようにしつけで留めてください。全体にしつけをかけてからミシンで本縫いしていきます。ミシンをかけ終わりました。縫い付けた口布を立ち上げて真ん中から半分に折って縫い代を折り込みながら内袋の方にかがりつけていきます。
口布を縫い付けたミシン目のすぐ上にまつりつけるようにしてください。この見返しの突き合わせ部分に隙間ができないようにぴったりと合わせて縫い付けていってください。ファスナーをつけていきます。まず最初にファスナーを半分に折って中央に印をつけます。ファスナーの中央と本体の袋口の中央を合わせて待ち針で留めてから両側も留めていきます。20センチのファスナーを18センチの袋口に縫い付けるので、両側が1センチずつ余る計算になります。余ったファスナーの先端は口布の突き合わせた部分から自然に外へ出ていくように斜めに縫い付けていきます。ファスナーのエレメントが口布の端から見えるぐらいの高さに縫い付けていきます。目立たない色の糸で星止めで縫い付けていきます。エレメントの下の端から5ミリぐらいのラインで縫っていきます。この時輪になった口布の向こう側の生地まですくってしまうと後でワイヤー口金が通らなくなるので、手前の生地をすくってください。ファスナーの端が口布の外へ出ていくように端の部分は斜めに留めていきます。ファスナーの下の端を刺繍糸の2本取りで千鳥がけで留めていきます。ファスナーの始末が終わりました。いよいよ最後に口金を通していきます。口金を入れ終わったので閉じてみます。最初は閉じにくくてファスナーも閉めにくいんですけど、何度か開けたり閉めたり繰り返していると自然と閉めやすくなってきます。閉じたらポーチの形を手で整えておきましょう。この辺にシワが寄るのでしっかり伸ばしてあげます。何度か開け閉めしてみてください。最後にファスナーの端にボタンをつけます。刺繍糸の2本取りで玉留めを作り、目立たないところから針を入れて
ボタンを通します。反対側に針を出したら反対側にもボタンを通して 2,3 回同じ作業を繰り返してしっかりと留めてください。留め終わったら最後の玉留めをボタンの穴の上で作って、その穴にもう一度針を通して玉留めを引き込んで隠します。チャコペンの残っている部分を水をかけて消します。乾いたら完成です。今回のポーチ作りはいかがでしたでしょうか。小さいけれど口がパカンと開いて便利に使えるポーチだと思います。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。